今回は、小学生の時弱いと思っていた能力についてまとめてみました。小学生環境といえば、パワーやブレイク数、シールドを増やすなど、わかりやすい能力しか強いと思っておらず、マナ回収やシールド回収など、一見、デメリットに見えて実は強い能力はあまり使われてきませんでした。そういった小学生の時ではわからなかった能力を解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ、早速参りましょう。マナ回収。自分のマナゾーンからカードを手札に回収すること。主に水や自然の文明が得意としている効果であり、代表的なカードにはミスティッククリエーションや、ストームクローラーがありますね。ジュエマにおいて、マナとはほとんどの行動の源となる要素。マナが多ければ多いほどできることが増えるため、自らマナを減らすマナ回収という効果は、小学生にとってみれば自殺行為にしか映らず、また、ジュエマ初期頃ではマナ回収がデメリット効果であるかのように、カードパワーが調整されていたので、あながち誤解というわけではありませんでした。しかしインフレが進むにつれて、マナ回収はデメリット効果から一転します。シンプルに説明すると、マナゾーンに置いたカードを再利用できる。さらにマナゾーンにあるカードはデッキやシールドと異なり、表向きで内容が見えています。つまりマナ回収とは、再利用だけでなく、欲しいカードをピンポイントで選択できるため、単純なドローより強い場合があります。さらに、マナゾーンって手札より安全なゾーンなんですよね。手札に干渉するカードはたくさんあり、デッキにも搭載されやすいカードが多いですが、マナ破壊ってそうではありません。マナ破壊専用デッキでなければ、ピンポイントでマナ破壊が採用されるケースって多くありません。なのでコンボパーツや切り札など、大事にしたいカードをマナゾーンへ送り、必要な時にマナ回収で手札に加える。この動きが強いことが今のジュエマでは常識となりつつあります。なので一見デメリットに見えるマナ回収も、マナが減る以上に大きなリターンがあるため、実は強いんだよっていう話になるわけですね。シールド回収。アンケートでもぶっちぎりで票を集めたこの能力。自分のカードの効果によって、自分のシールドを手札に加えること。これをシールド回収と言いますが、ジュエマってご存知の通り、プレイヤーへ攻撃したら決着となるわけですが、そのプレイヤーを守る5枚のシールドを先に割らなければなりません。つまりシールドって命そのものなんですよね。そのシールドを自らの手で割ってしまう能力を、一体誰が悪用すると考えるでしょうか。ジュエマ初期ではデメリット効果としてデザインされることが多く、しかも回収したシールドのシールドトリガーは使えないことが多いため、本当にただただ自ら死にに行く効果にしか見えませんでした。小学生環境においては、シールドを増やす効果が最強であるとされており、ホーリーメイルやスカイソードなんてトップレアでしたね。その魔力であるシールド回収は、小学生環境においてはゴミ扱いでした。しかし、シールド回収もマナ回収と同じで、一概にデメリットと言えない効果なのです。その理由は非常にシンプルで2つあります。まずは手札が増えること、そして縦落ちをケアできること。この2点ですね。まず1つ目についてですが、シールドが減るということは手札が増えるということ。当たり前のことなのですが、よく考えてみてください。昔のジュエマって、下手なブレイクは相手の手札が増えるだけだから、打点が揃ってから一斉攻撃ってのがデフォでした。ね。それと同じことですよ。自らシールドを数枚回収した程度では死にません。その前に勝てばいいだけなのです。その前に制圧してしまえばいいのです。そう考えればシールド回収って単純なドローなんですよね。速攻デッキなどにとっては、深刻な手札枯渇を補う重要な効果として重宝されています。そして2つ目の縦落ちのケア。要はシールドに行ってしまったカードを回収できるのが偉いのです。ループなどエクストラウィンで勝つデッキにとってみれば、シールドに行ってしまったコンボパーツを回収できるという点で、シールド回収は重宝されていましたね。以上こんな感じで、シールド回収って単純なドローだったり、縦落ちをケアできるなどで、大きなリターンを見込める点で評価が変わった効果です。ジュエマってほとんどの勝ち手段が攻撃によるものなので、将来的なシールドからの手札補充は約束されているわけです。それを一時的な手札補充として回収するのか、何もせず将来的な手札補充と安全を取るのか、これを選択できる能力と考えることができますよね。従って繰り返しになりますが、速攻やコンボデッキにとってみれば、シールド回収で命をドローに変えて、先に勝ち切るってのが定石なんですよね。ちなみに小学生の時からシールド回収が強いと思っていたあなたは天才です。
僕はあれ不手なデッキでもないのに、シールドを増やすことこそ至高だと、脳死でシールド増やすカードを採用していましたね。相手にドローさせる。これはそのまんま、カードの効果で相手にドローさせることです。実質ドローで大きなリターンを見込めるから、先のマナ回収やシールド回収は強いと解説した矢先、ただ相手にドローさせるカードなんて弱いに決まっているだろと突っ込まれそうですが、その通りで、この効果は普通に使えば弱いです。しかしこの効果は普通に使いません。主な就職先はループとなります。どういうことかというと、出た時相手にドローを強制させるザルバ。こいつをループで何度も召喚することができれば、相手のデッキをなくして勝利することができます。そんな夢物語はザルバループと呼ばれるデッキで実現することになりました。ただこんなもんは異例であり、一般的にはなかなか扱いづらい効果であることは間違いないですね。ただ小学生当時といえば、そもそもドローの強さを理解できていないことがあり、自分がドローできるカードを弱いと思っていたり、相手にドローさせるカードをデメリットと思わず、ただパワーが高いクリーチャーじゃんと採用してしまったりなど、そういった誤解があるとコメントで教えていただきました。確かに僕も当時はドローについて深くは理解できておらず、兄が強いと言っていたからなんとなく入れていた記憶がありますね。シールド送り。他のゾーンにあるカードをシールドゾーンに置くこと。例えばパクリオやエターナルガードですね。先ほども言った通り、小学生環境においてシールドを増やす効果は最強。それを自ら相手にしてしまうシールド送りは、何がしたいのかわからない。シールド増やしてくれるの？ありがとう。といった具合で、クソ雑魚扱いされていた効果ですね。しかし当然それは誤解であり、シールド送りはかなり優秀な除去効果です。理由は簡単で、シールドに送ったカードへ干渉する手段が乏しいためです。例えば破壊で墓地へ送ったりマナへ送ったりした場合は、比較的デッキに搭載しやすい墓地回収やマナ回収で再利用される場合が多いですが、シールドへ送った場合は、そもそもシールドに干渉できるカードの種類が少ないため、送られたカードを再利用することが難しくなります。そして少し前のジュエマではコントロールデッキが主流。コントロールデッキは、確実にとどめをさせる状況になってから一斉攻撃するため、シールドが少し増えようがさして影響がありません。こういった点から、シールド送りって強力な除去なんですよね。しかし現在のジュエマでは、シールド回収できるカードが増えているため、昔ほど強力な除去とは言えなくなってきています。なので除去の手段としては、破壊、バウンス、マナ送りなどと比べ、自分のデッキに合ったものを選択したいですね。ちなみに小学生時代の僕は、早くにパクリオの強さだけは気づいていました。なぜなら僕の切り札はブルーメルキスだったからです。マナ送り。他のゾーンにあるカードをマナゾーンに置くこと。例えばナチュラルトラップやラグマールがそうですね。これも先のシールド送りと似ていて、除去とはいえ相手のマナを増やしてしまうため、マナ増えたありがとねと強がられた経験結構多いのではないでしょうか。ただ実際はそういうわけではなく、相手のマナを増やしてしまうため、相手を助けることにもなりかねませんが、マナ回収という特定のカードを積んでいなければ、相手はマナに行ったカードに干渉できないため、再利用の心配がありません。あとは破壊されるとき手札に戻るカードなど、破壊耐性があるカードには有効ですよね。こんな感じで確定除去と考えれば、同型のデーモンハンドより強い場合があります。ただこちらもシールド送りと同じで、現代のジュエマではマナ回収カードも豊富となり、どこからでもカードが飛んでくる時代です。さらに自然文明の役割ってマナ加速やマナ回収がメインであり、除去カードを採用されるケースってあまりないんですよね。こうした背景から、このマナ送りってのは影が薄い効果かもしれませんね。ちなみに僕はラグマールが大好きでした。以上、小学生の時弱いと思っていた効果でした。いかがだったでしょうか？いただいたコメントの中には、切り札がマナへ行ってしまうリスクから、マナ加速が嫌いだった人がいたり、バウンス系のカードが、次のターンにまた出てくるし弱くね？って考えていた人もいましたね。こういった誤解も思い出として話すと楽しいですよね。これらの効果の本質を見抜く。これがカードプレイヤーとして一つレベルアップするということではないでしょうか？ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。